はい、こんにちは、村岡正則です。今日の動画は37メートルの釣り竿を作って釣りをしてみた動画です。よろしくお願いします。紹介します。俺のもう22歳ぐらいかな、出会ったの大親友の片岡くんです。片岡です。よろしくお願いします。片岡くんがなんかとんでもないものを買ったと聞いて、普通の人が買わないもの買って、はい、でその買ったものを聞いた時に浮かんだアイデアが、それを釣り竿にさせてくれっていうことで今回買ったのがこれ。はい、はい、新車価格はなんと1億円。はい、俺の友達がはしご車を買った。買いましたこれ民間なの？もちろん。はい、民間で好きに走ってるんだ。そうです。日本で一番はしご車を操る男です。神戸ナンバーでも119だ、はい、そうです。インスタのフォロワーさんに選んでいただきました、なるほどね。まあいいや、なんでって思うけど、まあとりあえず今回はこのはしごが伸びると何メーター？30メーターになります。30メーターで、その30メーターに俺のおじいちゃんの形見でアユ竿があって7メーター、はい、それをつけて37メーターの釣り竿にして、どこぐらいまで伸びるかな、伸ばしてみようかと、はい、いう企画でございます。世界初企画です世界初です。そんなバカいないよな。はい、やってみましょう。はい、じゃあ早速設営開始。了解です。操作方法を学びましょう。はい、まずアウトリガーを張り出すのにこちらを両方押す。外へ、はい、せーのでガチャン。うわー、いきます。うわこの作業のボタンを一回押してください。はい、押します。こっち何が起きた？あっちだ、あっち。それじゃあ伸ばします。おお、足でやるんだ。それで旋回します。はい。おほほ。なんか鳥肌立ってきた、すごすぎて。さあ10メーターぐらいの釣り竿が、よし、小野くん出番だ。ここに釣り竿をつけよう。ガムテープで固定していい？全然いい、全然いい。こことかな、かました方がいいんじゃん、こう角度は。 OK、 じゃあ釣り竿を作ろう。さあ、じゃあ早速釣り竿を作りしたいんですけど、はい、多分ねいろいろ持ってきたんだけど、多分これが一番長いの。おじいさん昭和40年代もんとかだと思うんだよな。これで折れたら悲しい。なれすごいなれってか、今のアユ竿と違って超重い。これでよっつってたよ、昔の人はね。何釣れるかなっていうか、釣ると釣りするの久々やな。もうね20代前半、まあ釣りしたよね。ほんまや、夜な夜なな。夜な夜な。平日でもやってた。台風の日とかもしてたな。嵐の日もしてたし。そうそう、めっちゃ楽しかった。釣りしてクラブ行って釣りしたりね、まあひどかったんですけど、悪い遊びいっぱい教えてくれて。いや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 。でもまあ何年ぶり？一緒に釣りするの20何年ぶり。いやそうやね。まさかこんな釣りをするとはまさか世界初の試みを。どの辺まで行く？水深100メーターぐらいのところまで行くかな。まあ、まあ十分行くやろね。37ってぶっちゃけその辺じゃないの？岩のラインの下にはカサゴがいっぱいいる。カサゴがいるんだ。いやでもあそこまでは届かない。上には30メーター行きますけど、横には行きません。なるほど。よし、じゃあまずカサゴやってみよう。カサゴ。よし。はい。そうすると糸どれぐらい？普通さ5メーターの竿ならさ同じぐらい糸つけるじゃん。37メーターいるんか。ここ水深は2、3メーター。とりあえず7メーター。
だから7メータープラスその一番伸ばせた海面からの距離どれぐらい？7、8メーターじゃない？じゃあだから15メーターぐらい15メーター。15メーターだから 1.5 なんで俺3、4、5、6、7、8、9、10はい15メーターまあ15でスタートしてダメならやり直そうで重りは何号だ重りはこの風軽いとブンブン触れちゃうから20号ぐらいはいぶつけ本番だなとりあえずみんなで運ぼうみんなで運ぼうはいじゃあ行きますよしこれでこの辺大丈夫かなあこれかなマスク引っ掛けたんだ引っ掛けた方がこれで引っ掛かるこれで止めるあそうやこの竿使ったことある？俺はねあるある結構あるおお、そうね。なんか投げ釣り禁止の運河でこれでしてダメだヘッパって言ってたことあるダメじゃん。一匹かかったらめっちゃすげえファンこれはこう。これもまあそうやねなもんか。バッチリだ餌よし。さあ何がいいかな青磯とオキアミ買ってきたの、オキアミでいくかちょっと持ってきてちょっとあげます。はいもう子供のさ空想の最たるところだよねさあ浮いてきた浮いてきたちょっと伸ばします。はい上に伸ばして浮いた浮いたはいストップストップちょっともうちょっとだけあげるわ。よし OK だバッチリや。あーこれ何メーターだろう。今で15。うわ今で15です。じゃあ見ていこうはいあストップストップじゃあ行くぞ沖へオッケー。ポイントの指示してください。はい村岡プロ。あっちあっちオッケー。あっち行きます。行こう行け豪快だもう子供の夢みたいな遊びだなこれは最低ごちゃぶらい最低行くのだ遠く遠くここだったら全然はしごいらないでしょおお長くなっていく長くなっていく長くなっていくこれが限界かなこれが限界ちょっと戻さないか。戻さないとそこなんか俺あの鉄塔ぐらい行くと思ったんだけどなそうだ OK ストップストップ当たりが全然わかんない当たってんのかがわかんないなこれは次の問題が出てきたなてかショックなんだけど普通にリールで届きそうなとこなんだけどちょっと当たってっかわかんないぞ一回上げてみよう一回上げてみよう全然ダメもう一回したストップ分かってきたじゃあやっぱこの辺の方がずれんじゃないのちょっとしばらく置いてみましょうよ奇跡は起きるのか。あ、来た。あれは待ってあれ当たってる風だろう知らんけど。これはちょっと近くで見ないとね泥行くか泥ちょっとこっちはドローンで見に行って家だおおはいドローン来ましたじゃあ行きますちょっと当たりを見に行きますはいレッツゴーバイバイさあ竿先を見に行ってもわからないという。竿先を見えた。お見えた見える。あ、おー見えるんや。見えてるすごい。分かんないなこれ
もっとビクビクンって言わないと分かんないな。あっち行ってみようか。あの辺落としてみよう。あの辺了解。一回上げて、一回あげる。一回魚がついてるかもしれないから。ついてない。あっちだ。めっちゃ近くや。なんかめっちゃ近くや。めっちゃ近いんだけど、一番釣れそうなとこ落とそうよ、もう。だって小野君そこで見てたら意味ねえじゃん、はしご車の。よし、ちょっと上げて仕掛けを変えよう。餌取られた。そこの重り外して、ちゃんとね、毎回餌はなくなっていくから。で、ちょっと下の針はちっちゃくしてみるよ。胴付き仕掛けに下天秤つけて片天しかり。これは釣れたも同然でしょ。で、磯目磯目オキャミオキャミでいきましょう。これで無理やったら最後はサビキや。でエギつけてどんどん磯目に期待だな。磯目に渾身の策や。さあ最後。あ、狙いは角行こう。さあこれは釣れるでしょう。先にちょっと伏せてから伸ばしていきます。伏せ伸ばし長法でいきましょう。ちょっと右行きます。頼むぞ、釣ってくれ。まだこれ一番いいんじゃない。今回一番いいんじゃない。当たりがあった。わかんない。ちょっと見てなかった。あ、あげてプルルとごっちゃんが言うんで。さあどうだ。イワシがいっぱいいる。サビキ持ってくりゃよかったな。釣れてる。イエーイ。来た。早く。おー、ベラー取ったのー。やったー。ミッション。すげえ。イエーイ。ベラか。やったー。磯ベラ。釣れましたね。やったね。うわ、ベラなんか釣る難しいで。このごっちゃんのプルルは合ってたね。なんかプルルってごっちゃんがプルルって言ってるって言うんで、あげてって言ったら。すげえ。感動や。寒いも出てます。こんな嬉しいベラ人生で一番かも。ほんまや。最高やこれは。よし、じゃあ逃がします。ありがとう。イエーイ。釣れた完成。ミッションクリア。ミッション1、はいクリアです。はい、ということでじゃあ前編終わりということで、はい、後半でもう一つ俺やってみたいの。はしご車に乗って、はい、鉄塔の先ぐらいまで伸ばしてほしい。あそこから投げたい。任せ。沖潮目あるじゃん。ああ、いいね。ここにね、で今回投げられるから届くとこまで伸ばして。ああ、はい。了解。で、任せて。俺が釣る。はしご車の上から。危なくないよね。大丈夫だよ。危ない。はしご車の上から釣りをしちゃいけないって法律ある？いや、それはない。それはない。敷地内やし自由に使って、はい。世界初。はしご車の上から竿を振る。かかったらどうすりゃいいんだ。ウィーンって一緒にこう。よし、じゃあそれやってみましょう。いや、そうやね。はい、ということで37メーターのはしご作ってみた。釣れた。OK です。よし。はい、それでは後半戦ということで、はい、今度ははしご車の上に乗ってそうです釣りをしてみようということで、今ハーネスをつけて安全帯つけて、はい、一応釣りプロなんでライジャーもつけてよくわかんない全装備でこれから乗りたいと思います。ね、俺も釣りプロ何年？もう25年ぐらいテレビとかやってるけど、はい、一番怖い。確かにめっちゃ怖いけど行きましょう。行こう。はい。
でそれじゃあはしご車フィッシング世界初はい、行きます。行ってきます。ルアーはホルテンホルテン TG。 あー綺麗。これぐらいでとりあえず行こはい右旋回。う。怖いよ怖いよ怖いよ。めっちゃビビってんねん。うおーでも綺麗な絶景だどね。こ行く？結構あれ揺れるね。じゃあここから高さいいでも十分十分。オッケー。さあ止め。どこ行ったん？追い風であ、ほんまや着水点までもあ行ってる相当距離があるからどこ落ちたか分かんなかったね。あーでも絶景やな。絶景だね。ほんまよ。おそこ取れた。あなんかナブラとか見やすいかもね。なんかいいね全国あー自分でも上がってんの上に。あ、まあまあ上がってる。すごい。あーっていう絶景があるな。なんでこんなこと始めたの？これはまず、まあうんこのトラボディを始めて、トラボディっていうのはああれでしょ？トラックのトラックのボディ屋さんでしょ？そうやね。それはトラックのボディ後ろを売ってるってこと？そうやね。基本トラックを売ったり、うんうん。トラックのボディを売ったり、まあその専門サイトがなかったから、まあ業界ないんだ初で。意外と需要はあるんだ。そのトラックのボディをなんか保冷車からコンテナにしたいなとか。そうそう、平ボディにしたいなとか。そういうニーズってあるんだ。そうそうそうで結構付け替え可能なんだ。もちろんできる。でそれは商売としてやってるんでしょ？そう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 。でそれのはしご車が、これは、たまたまエンジンをうん売ろうと思ってこのはしご車を買ったら、たまたまめっちゃ綺麗かって。いい。あ、エンジンが欲しかったんだ。そう最初は。それでもうナンバープレートもついてたんで、うんうん。名義変更して、うん。まあまあこれ宣伝カーにしたら面白いなと。なるほどなるほど。ほんでしかもデコトラはしご車にしたらもう世界初。デコトラそう。まあそんなもんないからねそう。火を消す機能に対して全く意味ない機能だからね。デコレーションね。そうそうそう。すげえ。でもチェイスしてくるのすげえわかりそう。 3投目。 3投目。よいしょ。それでまあうんこのデコトラはしご車に4月にしてイんベントに行ったら、うん。意外にも受けて、あ、受けて。まあデコトラ業界の人なイベントに行ってもうそんなんデコトラちゃうから帰れって言われるかなと思ってんけど、まあまあこれデコトラはしご車マフラーもダブルマフラーって言ってV8 のエンジンがついてて2780cc うんうん。そのエンジンがもうそのデコトラ業界ではもう大人気で。へえ。そうそうそう。あ、じゃあエンジンは価値あるんだ。むちゃくちゃ価値あるね。まあそんなこんなでなんかやってるうちに、うんなんかざわざわちょっと盛り上げていただいて、うんうん。ね、この間の大丸のイベントではなすごい人がもうブワーって集まって来て。それやっぱ子供？子供、まあ家族いや連れ子供は夢あるよね。大人でも子供でももうほんまにもう目を本当にキラキラさせて喜んでくれるから、うんなんかそれがもう嬉しくて、うんうんうん。なんか今はほんまにもうなんか反ボランティアというか、なんかめっちゃ嬉しい。それをなんか人を喜ばせる喜びを知ってしまったみたいな。そうそれがなんか私のモチベーションみたいな。なるほどね。じゃあ今後はこのデコトラはしご車で全国回るの？本当は全国制覇したい。そのためには皆さんの、レンタルのオファーお待ちしてます。なるほど。いやー長いよな鶴田。何年片岡鶴太郎さんが全盛期ってことの時に出会ったこともあってあだ名が鶴だったんだよね。だから鶴鶴言ってんだけど、俺が3だったような気がするな。だから27年前。4かな。うん。ああそうやな。片岡君。あ、ちょうどその頃にできたはしご車と。そういうことか。あの頃はな、ほんま正則も新聞記事をな書いて、そう釣り新聞社にね毎週投稿して懐かしい数千円のね謝礼金でルアー買ってみたいな感じで、ね、それがそれがなこんなことになっちゃってすごいもう夢がある。いやーなあでもまあ散々ね毎週釣り行って社会人サークル作ったんだよねアウトドアのね。そうやな。俺とあと釣り新聞社のさ編集やってたはいと
その辺だったかね、主軸はね、スタートはね。はい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 。日々が楽しみやったね。いやーすごかったな。なんだね、じゃらんだっけ。あ、じゃらん。じゃらんって雑誌の売ります買います、そうそうそう。なんか募集します。募集しますみたいなとこになんかチーム募集載っけたんだよね。でなんかアウトドア&フィッシングサークルで、はいはい。でなんかそういっぱい出てたじゃん。そうであの時俺なりにいろいろ考えて、どういうサークルにしたいかって時にやっぱガチっていうの、真面目に一生懸命やるサークルにしたかったんだよね、やるなら。だからなんか恋愛目的の人お断りみたいなさ、文言を入れたんだよね。男には多分あんま関係ない文言だったんだけど、女性はさそれがすごい安心感を呼んでさ、あれ誰ん家に送ってた？鶴ん家にだよね。で毎週1回ぐらい集まってさ封筒開けんだけど、こんな量の8割女性だったもんね。でもそれで最盛期86人とか、86って数字覚えてんだよね。こんなにいんのみたいな。いやいや、毎週が楽しみ。毎週イベントやってて、でキャンプ行ったり釣り行ったり、平日もな遊んだりして。中にはな顔にルアーかかった女の子もいたな。いた。いろんな事件もあったり事故もあったり。でも何組結婚したかな。すごかったよね。サークル内結婚っていっぱいあって。そうやな、ほんまやな。私は何にもご縁がなかったんですけど、何にも悪さもできなかったんですけど。あつるもな、サークル結婚。まあ確かに。まあそれも終焉を終えまして、終焉を迎えまして。言うんだ。終焉を迎えまして。もういつ死んでもな、おかしないやん、ほんまに。こっから落ちたから死ねへんけど、な。だからほんまにもういつ死んでもいいように、もう人生もう思いっきり生きようと思って、それを心に決めて今全国をはしご車で旅していると。いや俺も気せずね、去年さ病気したじゃん。でそれでやっぱ人生観、まあ今までもいい人生だったけど、もっと終わりから考えたらやっぱもっと頑張ろうって思って、なんか今までも車で言えば5速でそこそこ踏んで巡航で走ってたつもりだったんだけど、もう一回レッドゾーンまで回してみようかなと思って、今車で言えば5速でベタ踏みなんだよね。でももうそれでいいやみたいな、それで最後まで突っ切ってみようって感じでね、日々生きてますよ。SNS 見てたらわかる。全然ボイルないな。てかこのさ、多分ドローンに映ってるめっちゃシュールな映画さ、視聴者の人が思われる、なんで堤防からやらないんだろう。あっちのが先やろう。あっちのが釣れるんじゃないか。いいんです。はしご車から釣ってみたかったんですよ。ランディングで玉網なんか届かないしみたいなね。ほら。いつもより飛ばして。いやいやいや。うわ、綺麗はでも。綺麗だな。いいわ。夕日もな。いいね。さあ。ほんまに一発。来た一発。来たやったちょっと操作外れた。うわ食ったな。ブレード一投で食った。なんだろう。サワラ？結構大きかった。どうせ来たやん。惜しかった。ワンヒット。いやいや、まだチャンスあるよ。世界初はしご車から魚を釣った男になってみせる。いや、そうやでこれ。いや、しなりしてたね。マジか。今後はどっか行くの？なんだっけ、テレビ、何これ珍百景出るんでしょ？いやいやいや、まだまだ。まだオファーだけ。オファーだけか。決まったらいいね。なあ、面白いな。何これだもんね。確かに。何これ。それ出たらもう一気に有名になるね。全国放送で呼べるんでしょ？お金払えば。もちろんもちろん。視聴者の皆さん。そうやな。いくら？1日、交通費別の30万円になってます。30万円。拠点は神戸？拠点は兵庫県三木市になります。じゃあ関西地区だと30万とちょっとですもんね。まあそうですね。まあいいじゃん。でもさ、それでね、夢が変えます。子供たちがいっぱい喜ぶイベントやる人にはぜひ呼んでほしいよね。この間の本当大丸さんのイベントはすごかった。大丸の
デパートでしょ。そう大丸のデパートさんの1階のなんかエントランスみたいなところに展示したの。前に広場があって、広場があるの。そこを消防署と、警察署との本物のコラボがあって本物も来てんのにこれ来たんだ。俺何これが来ちゃったみたいな。くそ恥ずかしいな。なんかすいませんって感じじゃない。そのイベントで、消防車何台も来てて、パトカーとか、白バイとか来てた中で、はしご車、なんと一番人気デコレーションしてるだけで朝から夕方までもうずっと20分から30分待ち。乗れるの？一応これバケットには乗せへんけど、キャビンの中とか消防車の上に乗ってみれる。それでも子供たちは楽しいよな。もうそらいやつるすげえな。いい人生送ってるよ。さすがだよ。もうさすが俺の親友だ。いやいやもうやっぱりな正則にはなかなか足元にも及ばない。いや日本初世界初業界初もうそういう初物尽くしでな、これからも行こう。行こうって言われてもとりあえず釣ろうこれで。釣りたいな。いやもうでもさっきの惜しかったね。さっきの惜しかった。光ってんの？めっちゃ光ってんだ。すげえな。下手なトラックよりデコってるね。ああそうやな。より光らして走ってんの？もちろん点灯なこう流すんは良くないんで。あ、ダメなんだ。つけっぱなら OK なんだ。つけっぱ点灯、黄色の点灯 OK。みんな見てくかどうかわかんないけど、高速走ってたら、すれ違ったトラックはポポーンって鳴らしてくれる。あ、そういう文化があるの。デコトラ同士の。俺もデコトラ業界入ってからこうすれ違ったのをこうスライドっていう、スライドした時に挨拶鳴らしちゃうよ。そうそう。パパってなってんだ。そういう時なんだ。俺なんだろうって。知り合い同士の。いやーなんか絶景だね。夕焼けの中。寒くなってきた。ほんまや。こう見たら日本広いな。いやーでもいいな。なんか何もねお互いなかった頃出会った2人がこう27年後こんなはしご車の上で釣りしてるってまあ遊び倒した若者だったけどその集大成みたいな雰囲気があっていいな。よしちょっとさ、操作しよう。で下がっていいから高さ30メートル上がってみたい。せっかくで。上にね。そしたら起こします。先。かまへん。いいよ。はいよ。起こします。ゆっくり。最初だけ揺れるよ。はい。ほう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 。怖い。一気に行きます。うわーさらに高さ上がってエモい。これまだ12メーターやね。うわこれなちょっとこれ怖いな。怖いあー怖い。26風速4メーター。風速も出んだ。3メーター。風速30。はい。はい。うわ怖い。人生初。まだ景色が違うな。地球丸い。ここから釣りってちょっとどこ行ったかも全然。あれか。ほんまや。とんでもない距離飛んでっけど。着でした。引きようがない。ブレードでテロテロ水面テロテロ。世界初30メートル上空からルアーを投げた男ね。実質50メーターぐらいは空中にラインあるからなんかあんまり意味のない。地球は丸い。地球は丸いな。すごいな。確かにちょっと丸さを感じる高さだし、伊豆大島見えるし、三浦半島よく見えるし、すごいな。ちょっとそこら辺の鋸山はさすがに越えられないけど。うわ怖い。これさ下怖い。下怖い。下見ちゃダメだ。うわー。てかこの回収の長さ。めっちゃ怖い。やばいやばい。全然軸が上がってこないんだけど、多分もう水面出てるはずなんだけど。どこに来た出てる。もうラスト1投ラスト1投。ほら行きました。どうだどこわからない150ぐらい糸出た。マジで150メーター糸が出て多分140メーターは
空中にラインがあるというね。もうここからシイラ探してっつったら面白そうだな。いやねそう照明とか言って、ね、双眼鏡とかでさ。いやこれはすげえ。まずどこにルアーがあるかさすがにルアーの現在地が分かんないああ来た。最後ラスト1投逃げ。ちょっと高めに投げました。どこにお落ちた。すげえ滞空時間すげえ滞空時間。新しいレーンが30メーターぐらい出てたカピのごめん動画なってるさあじゃあ降りましょう終わります。高っみんな見てるなマジ見てそら見るわな当然。ごめんすげえわいい体験した。これはすげえ体験だった。ちょっと景色の美しさがすごかったな。いやすごいわ。はいてな形でワンヒちょっとットワンヒットだったんですけど楽しい経験させてもらいました。また遊ぼうな。うまいね帰ってなリベンジやね。リベンジ次は50メートル級持ってくるしなくていいけどはいってなことでご視聴ありがとうございました。はしご車から釣ってみたとはしご車で長い釣り竿を作ってみたでした。ありがとうご視聴ありがとうございました。